こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザカイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。今日はですね、小惑星のお話ということで、私の最も得意とする、最も大切にしている分野ですので、気合を入れてお話をしていきたいと思います。その前にこのチャンネルに出会っていただいて本当にありがとうございます。これも何かのご縁だと思います。ぜひこれからもよろしくお願いします。まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして、インスタグラムでいつも金曜日の朝に開運ライブをしておりますので、ぜひつながり、をね、希望してくださる方は、そちらもぜひご覧ください。また、ノートやアメブロの方で先生術のテキストなども出しておりますので、もっと詳しく知りたい方はそちらからご覧ください。ということで、今日お話しするのは、2025年の7月の18日から、小惑星プシケが双子座に移動するよというお話です。で、今回、逆行をこの期間にちょうど出る直前に逆行するんで、すごく長く双子座にいるんです。ですから、2026年の4月の26日まで長いですよね。この間ずっと双子座プシケ期間というのを体験するんですね。で、これはやっぱり期間も長いし、ぜひ皆さんにお話をしておこうと思いました。私が今使っていて教えているのは新時代占星術というもので、私がこう作り上げたものなんですけれども、それはですね、どんな世の中にもどんなツール、メソッドもやっぱり権力の影の力っていうのはありまして、そういうものが見せようとしてお膳立てされているものだけではなくて、見せないようにしているものもちゃんと見て、そこから真実を探求するというのが、私の生き方として、ニュースとかも全部そうですけれども、提供されるものだけじゃなくて、それは何かこう権力に都合のいいものだけっていうこともありますから、ちゃんとこう事実を見るために自分自身でこう研究するということをしているんですけれども、なので先生術もあえてメインストリームとは離れたところにあるもの、つまりあんまり読まれない小学生っていうものの動きも注目をして読んできています。ひょっとしたらここに隠れた事実があって、ここから目を背けていたら、主要天体だけを読んでいたら、ちょっと大事なことを見落としてしまうかもしれないと思ったわけです。で、もちろんただ、もちろん本当に西洋占星術、主要天体を読むというのは大前提の基本として大事なものですよ。その上でスポットを当てないようにされている小惑星にあえてスポットを当てて隠されている真実というものを誰かが読み取って伝える必要があるのかなと思って、これを一人で数年前からせっせとやっております。でも今ではたくさんの方がこの新時代占星術も学んでくださっていて、日本でもたくさんプロ占星術師の方が誕生しておりますので、このまま広がっていけばいいなと思ってます。で、この大事な天体の一つがプシケという小惑星です。で、私はこの小惑星プシケのメッセージは、これからの時代に本当にエッセンシャルなものだと思ってます。プシケっていうのは、魂の成長、静寂とか、深層心理、それから愛のテーマ、愛の傷、そして愛の癒しについて教えてくれる天体だからです。めちゃめちゃ簡単に言うと、What is true love? みたいな。本当の愛とは何ぞやっていうことを探求し続けている小惑星です。で、それはギリシャ神話のこのプシケのお話、エロス、プシケっていうのが恋人同士ですね。エロスって皆さんご存知のキューピッドです。このキューピッドに恋をして、キューピッドもプシケに恋をして、この2人の愛の物語はもう困難の連続だったんです。この2人を引き裂くエネルギーが出してくるさまざまな困難、これにプシケは一人で、いろいろと話すと長くなりますが、エロスは何もできないので、プシケが一人で全部勝ち取っていくんです。で、最終的にエロスとまたこう出会うことができるんですね。もう涙がちょちょぎれるぐらい大変な愛を勝ち取るストーリーです。
だからこの物語っていうのは本当に一人の恋するプシケという女性がさまざまな困難に一人で立ち向かって直面しながらも、自分の中で一番大切な存在、一番愛している存在、愛を勝ち取っていくという物語。で、なんとこのプロセスの中で魂がどんどん成長していって、困難が多ければ多いほど成長していき、また人とのつながりっていうのを生み出していて、一人ではやっぱりできないところをこう助けられたりとか、心と心のつながりの大切さを経験して、最終的には女神へと成長していくという姿なんです。この私のところに降りてきた、セプタグラムソルジャーニーリーディングの65枚のカードの中にももちろんプシケの、出しておけばよかったな、プシケのカードがありまして、その姿が自分の力で愛を、今すぐ出ないかな、勝ち取った姿として描かれています。このね、絵柄も、出た。絵柄も全部宇宙からいただいた、この色でこのカードを作って、私は絵が描けないので、絵描きさんに頼んで描いてもらったんですけど、この方がプシケです。羽が生えてますよね。その女神の羽でも、エンジェルの羽でもなく、こう女性から女神になった人のこの、とても居心地のいい顔をしていると思いませんか？自分自身に自信を持っている姿です。だって自分の力で打ち勝って愛を勝ち取った。そういうこう自信に満ち溢れた姿ですね。この、物語があります。ですから、すでに様々な経験を経た人たち、つまり特に人生後半に差し掛かっている人とか、私のようにもうみんな50後半を過ぎてからずっと人生後半を生きている50、60代、70代、80代、90代の人たちの個人セッションをするときに、うちはもう平均年齢がとても高いので来てくださるお客さん、非常に重要な天体ですね。経験をしてきた人として読んでいます。このプシケがお牛座から双子座に入るということで、さっき言った期間、どんなことが起こるのかというお話をここでしときたいと思います。先生術においてプシケが双子座にあるときは、ソウルの魂のジャーニーのテーマにおいては、愛と知性、愛とコミュニケーション、愛と好奇心、愛と精神的なつながりの領域へと導かれていく期間です。プシケは愛にまつわる最も深い心の傷、そして魂のつながり、ソウルのつながり、エロスとの、そしてまたこの勝ち取っていくときに出会っていた人たちとの、こういうつながりと内側にある癒しを通して、本当に愛するものや、本当にあなたにとって大切なものはこれだったっていうことに目覚めて、精神的に進化していく力を象徴している天体です。双子座にプシケが入るということは、知的な探求への愛が強くなるという人が多くなると思います。また、一人でいた人も会話や双子座のコミュニケーションを楽しむこと、心のレベルでのつながりを人との間に求めるという人が増えていく傾向にあります。ですから、そのような機会を作ったり、そのような状況に自分を身に置いてみたりとか、あるいはそういう場所に参加してみたりするっていうことは、気づきにつながる機会となり、とてもおすすめです。好奇心を刺激する天体の配置ということになるので、もともと課題をこなすことが最も得意なのが、さっき言ったプシケが、マルチタスクの王ともいわれる双子座に入るわけですから、すごく効率よく複数のことを同時にこなせる状態になるということでもあります。それがストレスではなくて喜びともなり得るので、何かこう副業とか、忙しい状態に身を置いていても、うまくいきやすいという、こういう期間でもありますから、そういうことを計画している人は、ちょっとあえて無理をしてみてもいいかもしれませんね。で、双子座はマインドがとても強いサインですけれども、プシケにとっては大切なのは、もっとこう精神的なものだったり、愛だったり、感情的なつながりです。ですからこれがこうミックスされると、知的な好奇心を刺激する学びを通して、そこで精神的なつながりが生まれたり、つながり合えるコミュニケーションとか関係性が生まれたり、構築されていったりする。こういうことに積極的になっていくのが最もおすすめの開運行動かもしれません。何かあなたの興味のある特定の分野で深い会話を通してヨガだったらヨガについて
ゴキブリだったらゴキブリについて何でもいいんですよ、対応書は。その同じ興味がある特定の分野での学びを通して他人同士がより親密で深いつながりを構築していくような、そういうありさまもすごく思い描ける配置となってます。で、これは仕事とか社会的使命としての同志との関係構築とも言えますし、もちろんプシケといえば恋愛も同じくです。恋愛レベルでもソウルメイトとの出会いが一番期待できる素晴らしい期間です。プシケは愛を通して女神へと成長した人です。双子座に入ることによってより明確に目覚めと気づきが起こります。それは愛こそ最も強い力であり、愛こそ最も深い学びであり、自分自身を成長させてくれるものだったということに気づく人が続出していきます。以前も動画でも話したことがありますし、ブログでも書いたことがあるんですけれども、私の大好きなアインシュタインについて、アインシュタインが最後に遺書として娘さんに残した遺書に書いてあったいろんな数式をして、彼はこの最大の力を発揮する数式を発見した人ですけれども、でも愛の倍乗に勝てるエネルギーはこの世界にはないという結果に気づいて一生を終えていくという、こういうね、この話は有名ですけど、まさにそんな感じですね。で、愛は変容のための学びの場所である。これもまた双子座のプシケの概念です。学びの双子座と愛のプシケの合体した概念です。双子座プシケ時代は愛の概念を成長させるための期間ということを、だから皆さんも意識していくといいと思います。本当の愛とは依存ではなく束縛でもなく、相手の自由な精神を応援して自分自身も依存せずに成長して、自分の人生は自分で豊かにする責任を持ちながらお互いつながり、精神的に深いコネクションを持っていく、これが本当の愛なんだよっていうことですね。で、なぜならば、与えてくれるものの多さから愛の重さを測ったり、束縛することによって愛を確認する傾向が魚座のプシケ期にはあったんです。魚座のそれはエネルギーとしてプシケが入るとですよね。それが双子座に移るので、軽やかでいること、お互い自由でいること、お互い自分に責任を持っていた上で精神的につながること、物質的にじゃなくて、魚座の牛座のっていうところへと気づきが生まれていく。より高いレベルに気づいていく。そしてお互いのバランスを保っているパラレルリレーションシップって英語でよく言うんですけれども、なんかどちらかが経済力があってどちらかが依存してるから、この人と別れてしまったらこの人の価値が急になくなるみたいな。昨日までフレンチ3コースを毎晩食べてたけど、この人と別れるともうこの人はそれはできないので、そうやって付き合ってる人によって自分の生活のレベルが変わるというようなものではなく、誰と付き合っていても自分自身のレベルが変わらない関係っていうのがパラレルリレーションシップって英語で言いますけど、そういう恋愛しなさいよっていう意味でよくね、親からも言われる。で、それこそがでも本当にソウルメイトとの関係であるということに気づいていく人が増えていく。だからひょっとしたらこの期間にですね、いろんな変化があると思います。あ、ね、この人じゃなかったって気づく人、別れる人も増えると思うんですよ。これ、物質的な安定を求めていただけなんだ。彼じゃなくて彼の経済力に恋してたんだわとか、依存してたんだわっていうことで、愛と勘違いしていたとふって気づく人も多くなるし、逆にこの人から与えられていたものは経済力ではなかったけど、本当に精神的なつながりをもらっていたっていう本当の価値に気づいて愛が再燃焼するみたいな人もいるかもしれませんし、隣にずっといてくれたこの友人がソウルメイトだったって気づく人もいるかもしれません。双子座のプシケ期間はソウルメイトと出会える期間です。ソウルメイトとの絆を深めることができる期間です。この時期はやっぱりうまく利用して素敵なつながりを構築していかれるといいと思います。私も恋愛だけじゃなくて、やっぱりビジネスパートナーとか一緒に自分の新時代先生術やセプタグラム広めてくださる仲間ともうどんどん関わってどんどん協力してこのソウルメイトという確信をねつなげていきたいなと思っております。1年近くありますからこの期間にぜひ皆さんもそんな風に意識をしてみてください。プシケ
じゃあちょっともうプシキも入れつつですね、カットして、今日これを見ている皆さんに、なんかそのソウルメイトのじゃあテーマで、一つ宇宙からメッセージをもらいましょうか。ちょっと切りますか。ソウルメイト。これぐらいで切りましょう。マカバだ。マカバだ。そうですね。ソウルメイトと出会うためには自分自身が自分のソウルの声が求めているものを聞かないとねっていうことですよね。潜在意識が求めているものではなく、心のソウルが自分自身を成長させるために求めているもの、それを分かち合える相手、そういうふうに人間関係を見てみるといいのかもしれません。ということで、プシケ双子座期間、ぜひ皆さんもソウルメイトとなんかいいことがあったらぜひコメントで報告してください。ということで、素敵な期間をお迎えください。